時に、ロマンだけを追求してしまう時があります。たとえ、ある程度の実用性を担保できないとしても、ゲーミング PC というくらいですから、多くの場合、PC を強くする理由のほとんどが、ゲームを快適にするためですよね。そして、ゲーム性能に直結するパーツといえば、そう、グラフィックボード。しかし、ウプ主はゲームをあまりやりません。ゲームはやったとしても、ゲームキューブ、DS、ゲームボーイ、時々 Wii、といったところでしょうか。PC でゲームやらないならグラボはあまり必要ないですよね。それでも、常時5つのモニターを表示させているので、6つか。なので、なんとなく GTX1066GB を搭載して、画面出力していたのですが、スリープから復帰するときに操作可能になるまで、画面がガクガクなっていつもまあまあな時間待たされます。自作 PC にわかのウプ主には、グラフィック性能が足りんのか、そもそも 4K モニター4つにフル HD と WFHD を、いっぺんに表示させよう、ってのが無茶なのか、皆目見当がつきません。もう、4画面以下の環境では満足できないウプ主は、グラボを強くすることで、なんとか改善しようと試みます。グラフィックボード。ウプ主がグラボを買うときは、大体ジャンクか中古です。最初は、なんかプロっぽいという理由で、クアドロ系の GPU を探していました。ウプ主的には VRAM が多いのが欲しくて、RTX A5000 というやつで、VRAM24GB。中古でお値段20万円強。GeForce 系も見てみます。同じく VRAM24GB のやつだと、3090、3090Ti、4090といったところか。どうせなら、強いのがいい。4090の中古で、お値段20万円強。何が正解かわからない。RTX A5000 と RTX 4090なら、後者の方が幸せになれるんじゃないか。ということで落札。価格は送料込みで約20万円。で、届きました。でけー。ブランケット金具含めて、長さおよそ 330mm。厚さが 70mm 以上あります。とまあ、それはいいのですが、何このコネクター。全然知らないやつだ。調べてみると、どうやら新しい規格のコネクターらしく、普通は変換ケーブルがグラボに付属しているらしいのですが、中古品なんだからそんなもんついてねえよって、商品説明欄にちゃんと書いてありました。ということで、対応ケーブルを注文。とりあえず、窓 PC に搭載してみよう。と、思ったんだけど。これ、物理的に入らなくね？電源に干渉して入らねえ。新コネクターしかり、本体サイズしかり。なぜ、ちゃんと下調べせず見切り発射してしまうのか。まあいい、今に始まったことではないし。とりあえず、RTX4090 が動いてる姿を見たい。動作確認。ということで中古のライザーケーブルを用意。PCIe×16 のやつですね。専用の電源コネクターを電源に接続。ライザーケーブルをマザーボードに接続。グラボにライザーケーブルと電源を接続。スイッチオン。さて、映るかな？グラボのアピールがすごい。そして重い。さて、この後どれだけ待っても画面出力されませんでした。一旦、RTX4090 を置くスペースを作ります。金帯を骨組みにボルト締め、GTX1060 を一旦外して、その場所に RTX4090 を接続してみます。スイッチオン。よく見ると、モニターケーブル刺さってませんね。この後、そのことに気づいて HDMI 差し直したり、ディスプレイポートに変えたり、PCIe スロット変えてみたりしましたが、映らず。嘘でしょ。いやいや、ライザーケーブルが原因かもだし、やっぱ直でマザボに刺さないと。でも電源邪魔で刺さらない。サブ PC を窓から引っこ抜いて、動作確認します。メイン PC への導入は動作確認ができてからにします。サブ PC の方も電源が邪魔で入らないので、電源やら液晶やらを一旦取り外してからじゃないと、RTX4090 は接続できません。で、どうにかこうにか取り付けて、無事、モニターに表示されることを確認できました。直で接続すればちゃんと動くことが分かったので、こ
ありますね。模様替え。そうと決まれば、早速窓からメイン PC を引っこ抜きます。まず、落下防止金具を外して、次に電源コード、各種ケーブルを外していきます。LAN ケーブルに USB 変換ケーブルに USB ケーブル14本。ディスプレイポート4つに HDMI ケーブル3つに電源スイッチ。またこれを元に戻すことを考えると、億劫になりますね。さて、グラボも外し終わり少しでも軽くなったところで、メイン PC を引っこ抜くための取っ手をつけるために、寸切りと電電ボルトで、ステンレスパイプを取り付けます。メイン PC の鉄板は、意外にもペラいので、歪まないようにアクリル板を取り付けてます。気合を入れて、落としてしまわぬように、ゆっくりと引っこ抜きます。うまくいきました。嬉しい。とりあえず、電源ユニットの位置変更は必須なので、電源をメイン PC から外します。で、思ったのですが、RTX 4090を搭載するのに、850W じゃ容量足りなくね？でも、サーマルテイクの4090専用ケーブル買っちゃったから、これが無駄になるのは気分的に嫌。ということで、同タイプの 1200W の中古電源をヤフオクで落札。中古電源で HDD、SSD、マザボ燃やしたのに懲りてない。でも80プラスプラチナ認証だから、もともと10年保証の製品らしいし、大丈夫っしょ。SSD と HDD も取り外して電源固定用に、新たに4つボルト穴を開けて、金具で電源を取り付け、裏ごとの干渉を避けるため HDD1 を入れ替えました。大まかな配置変更はこれで決まり。ところでこのグラボ絶対重いですよね。GTX 1060のこのサイズ感でさえ、なんとなくたわんでたのに。ということで、グラボを支える金具を作ります。磁石に M4 皿ネジで高ナットを締め込み、寸切りを取り付けられるようにします。グラボを磁石で鉄板にくっつけてしまおう、っていう作戦です。グラボの近くに強力な磁石を設置してもいいのか、という疑問は一旦置いといて、金具にグラボが当たる部分に、スポンジを貼り付けます。一応、傷防止のためです。それを2つ作って、仮組みしてみます。こんな感じで固定する3段。実際に組み付けてみないとわかりませんね。ということで、本体に設置。RTX 4090は、GPU ホルダーありきのパーツなのでしょうか？それとも、そんなもの必要ないのでしょうか？安いものではないので、端子が折れた、とかで、壊したくはないです。さて、感覚的にはがっちり固定されてる感じです。これを縦にして、長期間運用した時に果たしてどうか。楽しみですね。窓に細工見込み。とその前に、サーマルテイクのロゴが逆になってるのが気になります。両面テープでくっついてるだけなので、ひっぺがして向きを逆にして再度貼り付け。気にする場所他にあるだろって思いました？窓にはめるために、アクリル板と取っ手を取り付けます。気合を入れて、持ち上げます。重量 14kg あります。しんどい。さて、配線のために再度取っ手とアクリル板を外します。こういう大規模な配置変更は、なかなかめんどくさいですが、いざ、動いてしまえば、あとは楽なので、最低限のケーブルを接続して、動作確認します。電源ユニットを通電させて、スイッチオン。あれ？電源が入らない。なんで？ちょっとパニックになってます。また中古電源で、パーツ全部壊したかも。で、とりあえず電源切って、また窓から外します。再度アクリル板と取っ手を取り付け、テキパキやってるように見えますが、まあまあな時間かかってます。相変わらず重い。さて、原因を探ります。原因究明。で、色々試してみましたが、電源の24ピンケーブルが悪さしてたみたいです。ウプ主は再配線がめんどくさくて、850W 電源で使ってた24ピンケーブルを使い回してました。これを 1200W 電源付属のケーブルに交換したら、問題なく通電しました。いや、なんで付属のケーブル使わねえんだよ。って思いました？ 24 ピンコネクタって、硬くて抜き差し億劫なんですよ。それに、同じサーマルテイクのケーブルだから、互換性あると思うじゃないですか。横着するとこうなります。はい、そんな感じでなんとか付け替えました。
さっきと同じ手順でささっと取り付け、ついでに2つ目のグラボも、クアドロ P400 から GT710 に交換します。HDMI4 つのタイプです。さっきもみたいなのでカット。配線も一通り済ませて、電源ユニットのスイッチを入れます。いけそうですね。それでは、スイッチオン。動き出しました。さて、画面に出力されるか。お、来ました。長いのでカット。とりあえずは一安心。表示がちょっとおかしいですね。グラボのドライバーを更新。無事、RTX4090 から4画面は出力されました。が、GT710 から映像が出力されません。調べてみると、RTX4090 のドライバは、GT710 に対応していないらしい。つまり、こいつらは共存できないらしいということ。クアドロ P400 も同様。ちょっと困りました。GTX1060 なら共通ドライバで共存できるのですが、一番下の PCIe×16 は1スロット分のスペースしかないため、2スロット専用タイプのグラボは物理的に搭載できません。しかし、RTX4090 は映像出力ポートが4つしかないため、5画面以上出力する場合、やはり追加でグラボが必要です。ということで、ヤフオクで新たにグラボを落札。GTX1050Ti です。ちょっとお高めですが、1スロットタイプと特殊なものになるので、しょうがないですね。ドライバのサポートリストにもしっかり記載されてるので、おそらく大丈夫でしょう。薄くていい感じ。早速搭載してみます。何回もみたいなのでカット。スイッチオン。さて、どうかな。うまく表示されました。まさかここまで苦戦するとは思わなんだ。これでやっと、5つすべてのモニターを映すことができました。性能比較。とは言っても、ウプ主は自作 PC にわかなので、詳しいことはわかりません。一応ベンチマークを何個か回してみた結果が、次の通り。ドラクエベンチの場合、スコアが下がりました。なんで？続いて FF15 ベンチ。このシーン見ると元気出る。スコアは、前回に比べ、約 6.4 倍くらいになりました。次にちはやローリング。こちらも、なぜか微妙にスコアが下がりました。自作 PC の達人たちの真似をして、ドラクエも FF もやらないのに、ベンチだけ回してみましたが、数値を見ても、正直あまりピンとは来ていません。スリープからの復帰や、画面間のドラッグ&ドロップで、性能向上を体感しているので、まあ良しとします。CPU が旧世代で明らかにパワー不足だったり、OS が Windows 10だったりと、突っ込みどころ満載の構成になってしまいましたが、音声に関する AI を動かしてみたい、という、隠された主目的は、達成されました。もっとコスパの良いグラボで十分なのは分かってましたが、ロマンを求めた結果、窓 PC にかかった費用が、だんだんすごいことになってきました。